こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングを公開しています。今回はペンテル F でネオセーブルという筆をご紹介したいと思います。なんだかたくさんありますが、こちら Amazon で7本セットになっているのを見かけて、ちょっと気になったので購入しました。Amazon って時々価格が変わっていることがあるのですが、私が買った時は7本で税込み3135円ととってもお手頃でした。ちょっと1本開けてみましょうかね。はい。こちらの筆調べてみたところ、水彩絵の具の他にもアクリルやポスターカラーに適していて、筆の毛の素材はナイロンでできています。私は7本セットを買いましたが、バラ売りもあって1本ずつ揃えることもできます。で、この7本セットの内容を見ていくと、丸筆が4本、平筆が3本、それぞれサイズ違いで入っています。いろんな種類や大きさの筆を揃えるとなると結構コストかかってきちゃいますが、このセットなら一度にいろんな筆が試せるのが嬉しいですね。丸筆は0号、6号、14号、18号、平筆は6号、14号、18号となっています。手頃な価格で様々な大きさの筆が試せるっていう時点でね、かなり魅力的なんですが、ここからは実際にこのペンテルネオセーブルを使ってみて、どんな書き味なのか見ていきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。はい、じゃあそうしましたら、筆以外の画材、さらっと紹介していきます。いつも使ってるメンバーではあるのですが、まず水を入れる用の黄色いバケツ。はい、水を入れてきまして、絵の具はホルベインの透明水彩です。使用する色はその都度お伝えしますね。そして試し塗りをする紙はクレールフォンテーヌアクアパッドです。こちら A4 の大きさ使っていきたいと思います。この水彩紙もとっても描きやすくて、特に練習用に最適な紙なので、もし気になった方はこちらの動画もご覧になってみてください。今回筆7本あるので、ちょっとなかなかね大変なんですけれども、一番最初に丸筆の14号を開封したので、その他の筆たちもどしどし開封していきます。こうやってテーブルに置いた時点でちょっと小さな感動を覚えているんですが、大体の筆って軸の部分が丸くなっていて、テーブルの上に置くとコロコロコロって転がっちゃってどっか行っちゃうっていうことが、よくあるんですが、このネオセーブルよく見てください。下の部分に滑り止めと言いますか、筆が転がっていかないように工夫がされてるんですね。だから全然転がらないでピタッと止まってくれます。買ったばかりのまだ使う前の筆っていうのは穂先が糊で固められていることが多いので、何も汚れていない綺麗な水に浸して糊を溶かしてあげましょう。早く使いたいからってガンガンガンって激しくやると穂先傷んでしまいますので、水を浸透させて穂先を固めている糊を溶かすようにじっくり待ってから指でね優しくほぐしてあげると良いです。この転がっていかない工夫素晴らしいですね。よくぞ考えてくださったって感じです。筆の毛を触ってみた感じ、かなりコシがあります。こういう純毛 100% の筆ですと、筆の毛が柔らかくってコシも弱いので、筆の毛がふにゃっと曲がったまんまになることが多いのですが、ペンテルのネオセーブルはナイロンの毛 100% でできていて、指で押してもポンと跳ね返ってきます。色を塗ってる時に柔らかくてへにゃって曲がっちゃってると時々使いにくいこととかもあるんですが、コシが強くてしっかりと穂先に戻ってくれるとスムーズに塗りやすくなるかと思います。この特徴の違いが結構色を塗っている時の描き味の違いに影響してくると思います。はい、そうしましたら早速試し塗りしていきたいと思います。上から順番にやっていきますね。まずトップバッターは丸筆の0号です。お手並み拝見と言いますか、まっすぐピーッと線を引いてどんな使い心地がするのか見ていきたいと思います。使う色はスカーレットレーキです。
そうしましたら次はこちらの青、コバルトブルー、ヒューを使って今度はなみなみっとした曲がった線を引いてみたいと思います。また上から順番に引いていきます。絵の具の持ちの良さえぐいですね。細い線でここまで引けるのはちょっと見たことがないです。はい、ではそうしましたら次はただ線を引くだけだとつまらないのでパーマネントグリーンナンバーワンを使って筆をぐるっと回してどんな風に色が現れるのか見てみたいと思います。あまりこういう塗り方をすることは少ないかと思うんですけれども、筆の使い心地を見るためにちょっとユニークな筆の動かし方をしてみました。そしたら最後はこちらの色、きなくりどんマゼンタを使ってちょんちょんとドットを打っていきたいと思います。ドットを打つとね、穂先の形も伝わりやすいかと思います。はい、それではここからは実際に使ってみた感想をお話しします。まず驚いたのは絵の具の含みの良さです。特に細い筆でもしっかりと絵の具を吸い込んでくれて、長く線を引くことができるのにはびっくりしました。ナイロンの筆って絵の具の持ちが少なくてすぐかすれて、また絵の具足さなきゃって筆が多い印象だったのですが、これだけ含みがいいとナイロン筆の概念が変わるかもしれません。で、筆のコシも強くって紙からの跳ねっ返りをしっかり感じます。この書き味は手応えがあって好みが分かれるかもしれませんが、コシ強めの筆が好きだったり慣れてるよっていう方には心地よい使用感だと思います。こちらのね、ピンク色のドット見ていただくと分かるように穂先が鋭いです。丸筆の18号なんかおにぎりみたいになってます。尖った線を引きやすいっていうことは絵だけじゃなくって字を書くこともできる筆なんですかね。そしてこの筆をくるっと回す時には平筆の方がまろやかで優しい円を描くことができました。ネオセーブルは紙にギュッと押し付けた時に穂先が綺麗にばらけやすく、ドライブラシにも簡単にチャレンジできそうです。大きな筆や平筆は広い画面をムラなく塗ることができて、細い筆は細部に特化している。用途に応じて適材適所で使い分けるのが良さそうです。ただ、太めの丸筆でも結構エッジの効いた線を引けるので、状況に応じて臨機応変に使えるのも魅力的です。それから、筆を置いた時に転がっていかないのも地味にありがたいポイントです。筆って転がって落ちちゃったりすると床が汚れてしまって困るじゃないですか。こういった小さなアクシデントを防止してくれる工夫が本当に素晴らしいと思います。あと全体的に筆が軽くて持ちやすいのもグッドポイントです。まとめて言うと7本揃って3135円でこれだけのクオリティの筆っていうのはとってもお得ですし、すごいことだと思います。コスパも良くって機能も充実していてハイスペックな筆だなと感じました。特に初心者の方やこれから水彩やアクリル画を始めてみたいっていう方にはもってこいのスターターセットだと思います。もちろん高級な筆と比べると違いは感じるかもしれませんが、それぞれの良さがありますので、用途や目的に応じて使い分けるのもありだと思います。いやー、世の中にはいい筆がたくさんありますね。少しでも筆選び、画材選びのお役に立てたら嬉しいです。今回はペンテル F でネオセーブルをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が参考になったらぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。